皆さんこんにちは。今回は2本指のラスゲアードを紹介したいと思います。このテクニックあんまり一般的には知られてないんですが、フラメンコギターの世界だとアバニコを席巻するぐらい当たり前に使われてます。現代のフラメンコのギターソロの中ではこのアバニコフリーハンドのテクニックですね、そこまで頻繁には使われてません。個人的な感覚だとフラメンコの曲の中で出てくるラスゲアードの7割ぐらいは今回の2本指のラスゲアードを使ってると思います。ということでこの2本指を制することができればスペイン人が今やってることが手に取るように分かるようになります。今日はこのラスゲアードについてちょっとゆっくり解説していこうかなと思いますが、僕が過去に上げているラスゲアードの動画を並行して見ていただければより理解が深まると思いますので、説明欄にリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。僕のチャンネルではフラメンコギターやフラメンコに関することをギターファンの方や音楽ファンの人に向けて発信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。で、先ほどお伝えしたようにフラメンコのギターソロの中ではそこまで頻繁にアバニコが出てきません。なんでかっていうと、流行りもあったりするんですけど、おそらくアバニコに破壊力というか他のテクニックとの音量差が若干あってバランスを取るのが難しいのかなって思うのが一つと、あともう一つは、いつも僕はギターのテクニックって同じ動作の中で完結できると思ってまして、そういう風にお伝えしたりもするんですが、でアバニコも実際そうなんですが、フラメンコギターってクラシックギターと違って例えば親指を6弦の上に乗せたりとか、アコギみたいにピックがゴルペ板っていうんですか、そこに薬指を乗せたりとか、意外とギター本体に手をつけながら弾いてる時が多いので、いくら同じ動作といっても一瞬完全にフリーハンドになってしまうので、このテクニックの切り替えで一瞬のロスがあるんですね。でもその点このラスゲアードだとほぼノーモーションで切り替えができるんです。ちょっと話がそれるんですが、このノーモーションという感覚、日本人とスペイン人とで違いがありまして、日本人って結構剣道なんかでも一旦振りかぶる動作があってそこから打ち込むイメージがあるじゃないですか。実際本物の剣道は分かんないですよ。あくまでもイメージ、パッドンみたいな。スペイン人はその振りかぶる動作があんまりなくてですね、いきなり振り下ろしてくるみたいな感じなんですよ。フェンシングとか超攻撃的に見えるじゃないですか。なんかイメージ、人を刺す時って日本人って結構引いてから刺しそうな感じ、スペイン人とかいきなり刺してくる感じ、気がついたらやられてたみたいな、いきなりぶん殴られたみたいな感じ。日本人みたいに引き戻す間合いがないので、ノーモーションがうちらが思ってるよりもさらにノーモーションなわけですよ。1、2じゃなくて1だけみたいな、なんとなくそのイメージを理解しておくとフラメンコギターとかラテンのノリがちょっと分かるようになってきます。別に日本人の感覚が悪いわけじゃないですよ。スペイン人みたいにギターが弾けるからって言って最終的にどうなんだっていうところにもなりますから、ちょっと話がそれましたが、ラスゲアード自体はこんな感じです。手順は薬指ダウン、人差し指ダウン、人差し指アップ、もしくは順番が変わるだけなんですが、人差し指アップ、薬指ダウン、人差し指ダウン。やってることは同じなんですけども、始める指と終わる指が違うと感覚も違うので、どの指からでも始めてどの指からでも終われるようにしておくといいと思います。3種類のパターンがあるんですが、人差し指ダウンから始めるパターンは結構スペイン人の中でも現代的な人がやってるパターンになります。少ないですけどね。前回の4本指のラスゲアードと体の使い方とかはほぼ同じなので、そちらも見ていただくと分かりやすいと思うんですが、ここでもちょっと説明します。まず何より先に脱力です。もううるせえって思われそうですね。でそのままボディに腕を預けて指の先までまっすぐにしたら、ここでもさらに手の脱力、そのまま手首と親指の高さは変えずにちょっとブリッジ側に持っていきます。こんな感じ。手のひらに適度な空間ができるので、ここでラスゲアードを行います。4本指と同じように親指を曲げてやる方法、これは3、4、5弦にリーチしてますね。で親指を伸ばしてやる方法、これは全部の弦にリーチしてます。これも4本指と同じで曲げてるか伸ばしてるかの違いで同じテクニックになります。あと肘を活用して助走をつける感じ、引き上げて打ち出す、これも同じです。でこれ人差し指丸い運動をしてるように見えるんですが、こんな感じ、回転してません。人差し指は上下運動のかゆいところを書く動作ですね。第1関節、第2関節、付け根、それぞれ横に動かしたり開いたりしないでください。これ要注意です。変な角度で弦にヒットしちゃうと途端に腱鞘炎になっちゃうので、もうショベルカーのように一方向にしか曲がりません。肘を使ってるので自然と親指の高さが変わって軌道が変わってるように見えるんですね。
実際にこのラスゲアード曲の中で使う時は割と多いのが人差し指アップで始まって人差し指アップで終わる。あと薬指で始まって人差し指ダウンで終わるパターンとか、かなり人によって個人差があるので、基本的にはどの指で始まってどの指で終わっても大丈夫です。実はですね、ラスゲアードってリズムへのアプローチが2種類ありまして、1つ目はすごい分かりやすいんですが、今回みたいに3連のラスゲアードだったら1拍に対してそのまま3連で入れてあげる方法、要するにタカタ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 っていう風に入れる方法ですね。もう一つは連符を気にせずねじ込んでいく方法、タカ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 タみたいな、プールにザバーンって飛び込んで3秒後に顔を上げるみたいな感じで、頭の中ではカウントは進行してるんですが、その間どれだけ手で書こうが自由みたいな、最後終わるところを人差し指アップにしようとかっていうところだけ決めとけば、あとは何でも OK みたいな。1つ目は割と整理されてておしゃれな印象、特に練習するときはこのやり方を意識するのがいいですね。2つ目はパンチ力があってワイルドな印象ですね。息遣いが聞こえるというか、両方使い分けられると最強ですので。もう一つ、間を制するものはラスゲアードを制する。今回のに限らずラスゲアード全般で言えるんですが、ラスゲアードの後の残響部分ってあるじゃないですか、余韻の部分、そこも結構音楽聴く人はキャッチしてるんですね。なのでリズムに対してタカタタカタタンっていう風に終わると余韻が下向きに落ちるんですよ。そこで落ち着くというか、悪い言い方をすると重く感じるというか、なんか投げ捨ててる感じ。それに対してタカタタカタンっていう風にやると余韻がまだ空中に漂ってる感じがしませんか。まだこうレシーブできそうな感じ。どういう違いかっていうと、1つ目は頭でタン、もう一つは頭のところでタンっていう「ん」の部分が来る感じ。完全に頭の前で終わっとくっていうわけじゃないんですが、ほんのコンマ何秒でいいので手前で終わっとくと余韻の部分がまだ空中に浮いてるので、めちゃくちゃ緊張感が生まれるわけです。それがかっこよかったりするんですね。でこのラスゲアードはアバニコみたいに連続してやる以外にも単発でやったり、ゴルペと併用してやったりします。4拍子だったらゴルペのやり方はまた別の機会に紹介したいと思いますが、ひとまず叩くっていう意識じゃなくて添えるとか置くぐらいのイメージでいてもらって、実はゴルペってアコギのスラム奏法とかみたいにそこまでダイナミックじゃないんですよ。実はちょっと繊細でちょっと地味というで、ゴルペと併用するといろんな表情がつけられるんですね。とかですね。あとトレモロみたいにサスティーンが欲しい時、小回りが利くのでいろんなところでいろんな風に使えるんですね。なのでぜひ皆さんも研究して極めていってください。それでは今回もありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。